。無茶するなよエバリー。あれはミストラルといって悪名高い季節風なんだぞ。ひどい時にはこんな馬小屋ぐらい簡単に吹き飛ばしてしまうんだ。へえ、そうなの。私の住んでた島でも嵐の時にすごい風が吹くけど、ここの風とは全然違うわ。どう違うんだ？なんていうか、ここの風は乾いていて冷たいの。だから体いっぱいに風を受けてるととっても気持ちがいいんだ。しかしエバリー、君にはミストラルの風は似合わないな。やはり君はギラつく太陽の光を浴びて打ち寄せる波と戯れている方がいい。だから南の島に帰れっていうの？君の恋人はそう言ったんだろう。そりゃあ帰りたかったわ。でも知り合いとはぐれちゃって、定期便に乗せてもらったらそれがインド周りの船で。君もいろいろ苦労したよね。だから生まれ故郷の島に帰ってのんびりしたまえ。私が適当な船便を手配してあげるから。でもマハがヨーロッパに降りたんでしょ？メタトロンもマハを追って降りてくるって言ったのはジャック、あなたじゃない。あれは君に聞かせるつもりはなかったんだ。いや、盗み聞きするとは思わなかった。盗み聞きじゃないわ。聞こえただけよ。ジャック・ブルーム、あなた本当は何者？ただのおじいさんじゃないわよね。おじいさんはひどいな。君のお相手ができるぐらい若いつもりでいるんだがね。あ、ジャック、風が収まったみたいよ。やれやれ。どうにか出発できそうだな。ねえ、それで私たちどこに行くの？そうだな。ヌーボーパリっていうのはどうだ？ヌーボーパリ？昔のパリは一年戦争の時にコロニー落としにあって壊滅した。今では湖になってる。その近くに作られた新しいパリがヌーボーパリ。地球連邦政府の首都だ。そこに行ってメタトロンのスパイをするの？エバリー、めったなことを口にするもんじゃないぞ。首がいくつあっても足りやしない。そうか、味方のマンマシンは13機撃破されたか。メッサーとレイは行方不明だ。俺たちエアフォースサードに収容されたんだ。地球に降りた途端ブロンテクスターの攻撃を受けてエアフォースサードは爆発した。メッサーもレイもドハディで脱出したんだが、二人ともまだ死んだと決まったわけじゃないわ。ああ、そうだな。僕も2人が無事だと思いたい。危ないし、どうして自分勝手に動いた？おかげで俺は部下を3人も亡くしちまったんだぞ。どういうことだか説明してもらおうか。やめろケナ。ウリアンがいたんだ。え？ウルがブロンテクスターに乗っていた。そんな。だってウルはヘラスで。いや、生きていたんだ。僕は奴に気を取られ作戦を乱してしまった僕のミスだ。多くのパイロットを死なせてしまった。ウルが生きていたんですか？アフランシ、反省することは大事だが悔やむのはよせ。明日になれば地上部隊と合流できる。戦力を立て直し今後の計画を練ろうじゃないか。ああ、そうだな。どうしたのジャック？マハだ。何なのあれ？ビューシングナック。マハの開発したマンマシーン支援用の戦車だ。なんだお前ら、こんなところで何をしてる？ジャック。マハの兵隊だ。エバリ、落ち着きなさい。大丈夫だ。両手を上げて馬車から降りろ。抵抗すると射殺するぞ。
ジャック・ブルーム。その男はジャック・ブルームと名乗ったのか？はい。所持していたパスポートの名前も同じです。大佐、まさかあのジャック・ブルームでは？その男の年は？見た目は若く見えますが、パスポートの生年月日によると75歳です。75歳。そうか。それは面白い。その男は今どこだ？野営地のキャンプにおります。連れてまいりますか？いや、私が会いに行こう。大佐、マハ芸術の外に出るのは危険です。せっかく地球に降りたのだ。大地を踏みしめて歩くのも悪くはない。大佐、このテントの中です。おお、これは驚いた。ダーゴル大佐が自ら起こしとは。ほう。私のことをご存知なのですか？もちろん。今売り出し中のマハのリーダーを知らないはずがないだろ。ジャック・ブルーム。まさか生きていたとは意外でした。自分の葬式を出した覚えはないんだが、いつの間にか死んだことになっていてね。さあ、そこの椅子に座りたまえ、ダーゴル大佐。いつまでも突っ立ってることはないぞ。では遠慮なく。ミスター・ブルーム、不思議ですな。あなたほどの人が偽名を使わずに行動していたとは。偽名など使う必要はない。私はもう引退したんだ。おう。反地球連邦政府運動から手を引いたというのですか？そうだ。なぜです？メタトロンの活動家ジャック・ブルームといえば今や伝説上の人物だ。地球連邦軍は1000人の捜査チームまで作ってあなたを追ったが、逮捕することはできなかった。そんなあなたが引退とは。そう、それだよ、ダーゴル大佐。私は何十年も逃亡生活を続けてきた。もう血生臭い生活はうんざりなんだ。人間には潮時というものがある。振り上げた拳を下ろしたくなったのさ。ジャック・ブルームの口からそんな言葉を聞くとは思いませんでしたな。私のことはいい。それよりマハが地球に何の用だ？地球逆移民計画、ご存知ですな。何？地球逆移民？なんだそれは。選ばれた人間が地球に降りて自然の回復に手を貸すのです。この計画は地球連邦政府の承認も受けています。人間が地球の自然を回復させられるものか。放っておくのが一番だ。メタトロンらしい考え方ですな。要するにお前たちは地球を掃除しに来たんだな。だがそれにしては宇宙戦艦やマンマシーンまで下ろすとは随分物々しいじゃないか。戦争でも始める気か。メタトロンが我々の作戦を阻止するため軍事行動を起こす可能性があったのです。いや、実際に大気圏に突入する寸前にメタトロンの攻撃を受けました。おお、奴らもまだまだ捨てたもんじゃないな。でメタトロンはお前さんたちを追って地球に降りてきたのか？気になりますか？いや、単なる野獣馬根性さ。メタトロンに関連したことは軍事機密なのでお答えできません。分かった、別に構わん。こっちはもう引退したんだ。ところで若い女性とご一緒だったと聞きましたが、その女性はメタトロンの活動家ですか？運動には関係ない。彼女は私の妻だ。妻？まるで孫のようだと言いたいんだろう。だが男女の清らかな愛の前には年の差など意味をなさない。彼女は私の5人目の妻なんだ。ミスター・ブルーム、あなたの私生活に関する興味深いエピソードはいろいろ聞いていたが、どうやら噂通りの人物のようだ。私たちは新婚旅行の最中なんだ。ヌーボパリまで行く途中だった。なあ大佐、彼女はメタトロンのことなど何も知らないんだ。私が活躍していた頃、彼女はまだおしめをしてたんだからな。だから彼女に手荒な真似はするなよ。わかりました。丁重にもてなすよう部下に伝えておきましょう。ダーゴル大佐、そんな必要はありません。ウル、
この男はとんだ食わせ者ですよ。こいつの連れている女はアフラン・シシャーの恋人です。マザーメタトロンよりレーザー通信入りました。読んでくれ。マザーメタトロンは地球連邦軍の攻撃を受け現在交戦中。マンマシン部隊の第二陣の地球降下は延期する。アフランシャー閣下並びに全てのメンバーの分を祈る。以上です。なんだ、支援部隊は降りてこないのか。全然段取りが違うじゃないか。こっちの状況はきちんと知らせたんだろうな。はい。船長、仕方ないだろう。マザーメタトロンも戦力が手薄なんだ。そりゃそうだが、無理を押しての今度の作戦だ。僕たちは地上部隊が合流してくるまでここに踏みとどまろう。まあそれしかないな。マハがすぐ攻撃してくることもないだろう。向こうも戦力を整える時間が欲しいだろうからな。おい通信兵、その忌々しい伝聞を焚き火にくべちまえ。は？さっさとくべるんだよ。よせ。こうして地球に戻ってきたのに心が少しも弾まない。なぜだろう。アフランシー、それはお前さんがたくさんのものを背負ってるからさ。たくさんのものを背負ってる？シャア・アズナブルの記憶、メタトロンのリーダーとしての役割、お前がここに来るまで体験したことや出会った人間たち、そんなものが全部お前にのしかかっている。だが重さに負けたら一歩も進めなくなるぞ。僕はニュータイプだっておだてられうぬぼれていたような気がする。今度の作戦もパリッシュ提督は反対したが僕は耳を貸さなかった。ダーゴル大佐を倒せるという確信があったわけじゃない。僕は地球に戻りたかっただけなのかもしれない。だからこんな作戦を無理に実行した。アフランシー、もう自分を責めるのはやめろ。お前は宇宙に上がったことでもう一人のお前が目覚めたんだ。もっと自分を信じろ。お前はニュータイプなんだぞ。マドラス船長、ニュータイプってなんだ？それは宇宙空間に出た人間の進化した姿だ。相手の思っていることや感じていることがよりよく理解できるようになると言われている。テレパシーといった超能力とはちょっと違うらしい。人間にはそんな能力が必要なのか？お前も宇宙に出て感じただろう。宇宙は信じられないほど広い。その中で人が暮らしていくためにはどんなに離れていても分かり合える能力が必要なんだ。そうでなければ人類が一つにまとまっていくことなんかできやしない。そのためのニュータイプか。だがニュータイプが不幸だったのはパイロットとしての適正能力があったということだ。ニュータイプのパイロットは敵のマンマシンが放ったビームを発射する瞬間に察知する。そしてビームをかわすことができる。そう言われてきた。だから昔からニュータイプと言われた人間は次々に戦場に送り込まれ無駄に死んでいった。パイロットとしての適正能力、その意味では僕もニュータイプかもしれない。だけど本当の意味の宇宙移民の理想であるニュータイプにはほど遠いな。そんなことはない。いいかフランシー、お前はニュータイプの先駆けだ。そのことに間違いはないんだ。お前の生き様が次のニュータイプを生むことにつながる。お前は人類の希望なんだぞ。ありがとうマドラス船長。だけど今の僕にはシャア・アズナブルの声も聞こえてこない。気味の悪い声ね。何あれ？フクロウが鳴いてるんだ。とっ捕まえて食っちまおうか。こんなスープとパンだけじゃ腹の足しにもならしない。夜遅くまでこき使ってこれっぽっちの夜食とは涙が出るぜ。文句言わずに食べろよ。アフランシとっても落ち込んでたみたいね。
勝手に落ち込みはいいのさ。赤い彗星も地に落ちたぜ。ケラン、そんな言い方しないで。アフランシがシャアーズナブルの記憶を受け継いでるって話聞いたか？メモリークローンのことか？マザーメタトロンのお偉方の間じゃ常識だったらしいな。メモリークローンって言ってもシャアーズナブルの血筋であることに変わりはないんでしょ？そりゃそうさ。誰でも記憶を受け継げるんなら世の中シャアーズナブルだらけになっちまう。頭の中に別の人間の記憶があるってどんな感じなんだろう。アフランシ大変だよな。だから私たちが支えてあげるのよ。今のアフランシには私たちが必要なんだから。ああ、分かってるよクリシュナ。誤解するなよクリシュナ。俺だってアフランシが嫌いになったわけじゃない。だがきちんと反省してくれないと今度死ぬのはアフランシの番だ。アフランシもケランの気持ちは分かってるわ。メッサーとレイどうしてるのかしら。どっかで生きてるさ。奴ら殺されたって死ぬような玉じゃない。そうよね。なんだ、空が光ったぞ。なんだあの音は。見てみろよレイ、空の上をでかい飛行機が飛んでるみたいだぜ。バカだね。あれは稲妻さ。稲妻？テレビで見たことがあるよ。あんな感じだった。ってことはあのでかい音は雷か。なんだ脅かしやがる。やれやれ、すっかりはぐれちまったな。ミノフスキー粒子が熱くて無線連絡もできやしねえ。まあいいか。ここは人気のない山の中だ。マッハに見つかって攻撃されるってこともない。動くのは明るくなってからだ。レイ、ずいぶん熱心だな。治りそうか？さあね。そんな壊れかけたママシンほっとけよ。俺のドハディに乗せてやるから。あんたドハディを手土産代わりにして連邦軍に寝返るってわけ？そういうこと。あんた一人で行きな。何？私は自分のドハディを直してメタトロンと合流する。メタトロンはマンマシーンが少ないんだ。一機だって無駄にはできないのさ。なんだよ何言ってんだよ。メッサー、もうあんたと組むのはやめた。連邦軍でもマッハでも好きなところに行けばいいだろ。おいレイ。メッサー、私はねダメな女さ。世の中のことをごちゃごちゃ考えるのは嫌でバカばっかりやってた。スペースコロニーでゴロ巻いてるのが楽しかったし、それぐらいしかできないと思ってた。でもメタトロンでパイロットの訓練を受けてマンマシーンを操縦できた。地球にまで降りてきたんだ。私だってやればできたんだ。だからメタトロンに切り立てするってのか？メッサー、あんたメタトロンに来てから変わったよ。ただのチンピラになっちまった。なんだ？わざと自分を癒しめてるようなそんな気がする。何言ってる。そんなことあるか。わかるさ。私とあんたは長い付き合いだからね。私ずっと考えてたんだ。なんでメッサーが変わったのかってね。それでようやく分かったよ。あんた怖がってるんだ。俺が怖がってる？自分がどんな人間なのか、どの程度の人間なのか分かるのが怖いのさ。だから自分の心をごまかしてる。おいレ世直ししてるやつが偉いだなんて思わないけど、アフランシのようなやつを見てると認めてやってもいいんじゃないかって気になってくる。メッサー、あんただってやればできるはずなのに何もしない。不良仲間を仕切ってるだけで満足してていいわけないさ。イ。てめえもクリシュナみたいなこと言うんだな。あんた自分より大きな人間を見て圧倒されてるんだ。あんたもアフランシも同じ人間じゃないか。そんなことじゃクリシュナだって振り向きゃしないよ。なんだ？クリシュナがどうしたってんだよ。クリシュナはアフランシに惚れてるよ。見てればわかるさ。だけど今のあんたに惚れるやつなんかいやしない。てめえこのメサメットなんだと思ってある。ただのチンピラさ。
ディに逃げるぞ。ドハディ、応答せよ。ドハディ。ダメです。電波干渉がひどくて、さっきまで無線が通じてたんですが。マハのマンマシン部隊に攻撃されているらしい。なんとか位置は確認した。どうするアフランシー？僕がガイアギアで出る。ジョーとケランにもついてきてもらう。船長はここを引き払う準備をしてくれ。分かった。アフランシー、メッサーとレイを頼むぞ。ああ、必ず助け出す。船長、もう思い悩むのはやめるよ。いろいろ考えても仕方ない。今ある戦力で頑張るしかないんだ。そうだ、それがいい。それでこそ俺たちのリーダーだ。ケラン、ジョー、発進準備いいか？こっちはいいぞ。こっちも準備完了だ。よし。